こんばんは。昼見る方、こんにちは。朝見る方、おはようございます。じじいです。今年2024年50周年になります。グレートマジンガーなんですが、僕ね、実は好きじゃなかったんですよね、ずーっと。僕がコレクションを始めることになったきっかけのおもちゃがありまして、これがね、子供の頃に遊んでたおもちゃが、僕が17歳の時に出てきました。マジンガー Z だ。ここから僕、超合金を集め始めまして、そこからコレクター人生が始まりまして、今年で34年目ですか。いろいろとおもちゃを集めるきっかけになったおもちゃです。で、ここにマジンガー Z がある通り、僕はそのマジンガー Z が大好きで、ただ僕はそのオンタイムではなくって、1972年生まれなので、本放送は知らなくて、フジテレビでね、朝方再放送を当時やっていたんですね。小学校何年生ぐらいだろう。白黒テレビで見てたんですよね。だから僕のグレートマジンガーって思い出の中では白黒なんですが、白黒でマジンガー Z を見てまして、マジンガー Z の最終回で、ボロボロにですね、マジンガー Z がなってる時に、グレートマジンガーがやってきて、あっさりと敵を倒すんですよ。僕はもうマジンガー Z めちゃくちゃ思い入れを持って当時子供の頃見ていたので、ボロボロにマジンガー Z になる中、グレートマジンガーがかっこよく倒して立ってる姿に、子供ながらに苛立ちを覚えまして、僕そこからもうグレートマジンガーが本当に憎くて、いくつぐらいだろうなぁ。もう相当後まで引きずりましたね。だからそれこそコレクション始めた時も本当にグレートマジンガー嫌いなんで、超合金集めてたんですけど、マジンガー Z からグレートマジンガー飛ばしてグレンダイザーの超合金とか買ってたぐらい、本当にグレートマジンガーが嫌いで。そんな中、じゃあ僕がなんでグレートマジンガーが好きになったと言いますと、大田五作さん。僕ね、桜田五作さんってずっと読んでて YouTube 始めるまで。コメントで教えていただいて本当ありがとうございます。大田五作さん。大田ですね。大田五作さんの版のグレートマジンガーを読みまして。めっちゃそれがね、刺さりまして面白くて、すげえ話だなと思って、そこからアニメも見まして、好きになりました。でもね、おもちゃ自体は、このね、ちょっと見えるかな。ボロボロのこのジャンボマシンガー。これしか持ってなくて、超合金はやっぱり買ってないんですよ。ちなみに未だに買ってないですね。どうせならなんか状態いいやつ買おうかなと思って、別にそんな高いもんでもないんで、のんびりして、未だに買ってないんです。ソフビの方も、ちゃんとした半径ものの当時のグレートマジンガー、僕この間の2024年の数レスになって初めて買ったぐらい、割とのんびり買ってるんですが、ちなみに今ね、マジンガー Z、グレートマジンガー、グレンダイザーの中でと、グレートマジンガーが今一番好きですね。それぐらい人って変わるんだなっていうこと。それじゃあ、早速ちょっと一個一個、グレートマジンガーの、主にソフビなんですが、これね、わかりやすく並べてるんですけど、こっちからこっちが半券もの、こっちからこっちがパチになってます。パチ数少ないんで、パチから見ていきますか。これがね、サンダー Z。結構有名なパチモノですね。これ相当前に買ってて、グレートマジンガーがまだ嫌いな時期に買ってたんですよ。っていうのも、僕でこれマジンガー Z のパチモノっていう感覚で買っていて、それこそ、グレートマジンガーには入ってない Z がここに入ってるし、もちろん名前もサンダー Z だし、マジンガー Z のパチモンだなっていう感じで買っていました。これいいっすよね。なんか羽がデビルっぽくて。これはもう25、6年ぐらいこの未開封のままずっと持ってます。開けるに開けれないですよね。ここまで来るとね。パッケージも相当汚いんですが。これは本当に有名なパチソフビで、これのね、クリア版なんかもあるんですよね。僕はまだ未所持なんですが。この辺が近年結構値段が上がってきちゃったんで、未所持のまんま多分僕は死んでいくんだろうなと思ってます。ちょっと高すぎるんで手出せないですね。本当に。さっき言ったそのポピーの超合金のが全然安く買えるんで、まずはそっちかなってことで。これは有名なサンダー Z。これがね、2023年のマンナルケオークションで手に入れたやつですね。このパチモノ自体の存在は知っていて、だいたいスタンダードサイズぐらいの装備なんですけど、このね、なぜかゲッター2、
作者同じなんでね、あれなんですが、入ってるこの流れっていうのは僕知らなくて、速攻落札しました。ちなみにこのパチ装備なんですけど、このね、下半身が結構利用されていて、僕が両方とも1回しか見たことないんですけど、上が Amazon のソフビになっていて、下はグレートマジンガーで、もう間違えたわけじゃなく、ちゃんと塗られてるんですよ。Amazon の成型色で抜かれてて、どう見ても Amazon に見えるんですけど、一瞬。でも、他がこうなってるんで、グレートマジンガーだって気づくんですけど、あともう一個はね、上半身がマッハバロンで、下半身がグレートマジンガーなんですね。まあでも赤成形で抜かれていて、一瞬マッハバロンに見えるんですけど、下半身がグレートマジンガーっていう。結構だからこの、グレートマジンガーの下半身はいろんなパチソフに利用されていて結構面白いんですが、本当にね、なかなか出てこなくって、どっちも買っときゃよかったなっていう思い出が残りますね。まあそんな感じで。まあ結構これ自体は有名なパチソフビで、これのね、ミニサイズも出てます。こんぐらいのサイズ。まあ14センチとかそんぐらいかな。全くこのまんまのミニサイズが出ていて。これっすね。これは2023年長野県の宝物さんで購入させていただきました。これもパチソフビ、ミニソフビなんですけど、これ成型色ほんとすごくて、まあ3つ使ってるんですよね。明るい紺と暗い紺と赤成形、3つ成型色使っていて、塗装もかなりね、細かくされていて、このお腹部分の金色とか超合金っぽい意識してて、すごくいいなと思って、もちろんこれが出た時って超合金出ていたんで、その辺意識したのかなっていう。これはね、その長野の宝物さんで初めて見て、まあネットで検索したらちょろちょろあったんで、やっぱこれちゃんとこういう形で出ていたんだっていうのが分かったんですけど、それこそね、だからさっき言ったこれのミニソフビ、この存在は知ってたんですけど、これは全く知らなかったんで、逆にだからこれのスタンダードサイズはあるのかなっていう風に、まあいろいろ検索してるんですけど出てこないんで、これはだからミニだけの展開だったのかなと思ってます。で、これはね、ソフビが見やすくなるようにために、ここに置いといただけなんですけど、これはまあちょっと変わり種かな。中国だけかな、韓国だけかな、スペースオリアっていう名前で出ている。でもこれゴーバリアンかな、なんかマジンガー Z なのかグレートマジンガーなのかゴーバリアンなのか顔はガンダムなんですけど、っていう超合金ですよね。で、これがね、すっごい良くて、相当でかいです。まあ、スタンダードサイズ。こっちのパチと並べた時に本当にちょうどいいんですけど、これは本当によくぞ出してくれたってやつで、これはインディーズ装備ですね。海外のメーカーさんでオーサムトイさんっていうのがありまして、そこのムーランです。それのファーストカラーなんですけど、これお見事ですね。ちなみにこれね、ミサイルの先端が塗られていなかったんで、僕自分で塗ったんですが、こんな感じでミサイル取れます。これはね、まあ、インディーズ装備でパチっていう感じで紹介してるんですけど、なんで紹介したかっていうと、これね、もともとこういうパチソフビがあるんです。この色と肌色成形が出ていて、1機がこれで、2機がその肌色成形のオマージュでしたね。ただね、こんなによくできてなくて、まあもちろんミサイルは取れないし、足もね、これ足感着ついて稼働するんですけど、2パーツだった構成だったんだな。上半身、下半身で2パーツ、腕が動くってだけの、まあ全然4パーツのね、面白い装備なんですけど、それはね、本物はって言い方変なんですけど、パチモノなんでどっちも。本物は本当に出てこないし、出てきたとしても、札束の殴り合いみたいになる。僕はもう諦めてるんですが、これは本当にね、拡大して、ミサイルも外れるようにして、まあ、さらにこう足も動くようにしたりとか、本当によくやってくれたなと思います。これは本当に嬉しい。ちなみにセカンドカラーも欲しいんです。のんびり変えたらな。そんなに高いものじゃないんで、なんか再販とかしないですもんね。インディーズはね、同じカラーをね、人気カラーを、買っときゃよかったな。一気でいいかと思って。やっちゃったな。これ、すごいおすすめです。まあ、どうなんだろう。確かに2017年とかそんぐらいかな。今からだから6、7年前ぐらいに出たやつなんですけど、これはめっちゃおすすめです。以上でパチモノ系の僕が持ってる装備になります。で、次がじゃあ半券もの。これは、やっぱまあマジンガー Z が大好きだったんで、僕はその17歳の頃に超合金を見つけてから、ずっとマジンガー Z がまあ最初のコレクションだったんで、これもボスロボットってまあ超合金が出てなかったんですよ。
まあ今は超合金魂ってやつで出てるし、あと完全変形さん、今はもうないんですが、東中野にあった店舗さん、そちらがですね、ボスロボットの確か超合金出したのかな、ワンウェスで。まあそれぐらいで。で、あとはソフビになっちゃうんですよ。で、これがね、非常に面白くて、このマグネットになってて、こう、コロンみたいな感じで取れる。ギミックを再現してて、ミニソフビとかもあるんですけど、これ面白いなと思って、当時買いました。だから、どのぐらい ?30 年以上前ぐらいに買ったソフビです。ちなみにね、これね、気をつけてください。結構そういう答え多いと思うんだけど、まあ、マグネットの入れ方のテンションなのかな。ここ割れてます。割れてきます。ただ、ここでクラック止まるんで。これ結構おすすめですね。この装備。そんなに高くないんじゃないかな。外。これおすすめです。ボスロボット。で、マジンガー Z が好きで買ったんですけど、もちろんグレートマジンガーも出てくるんで、今回ちょっと紹介してみました。このお腹のこれもいいでしょ。ボスボロットってこれ。カタカナで書いて、さらにひらがなでも書いてるんですよ。こういうね、子供に対する配慮、気持ちいいですよね。見てると。まあ、裏にポピーちゃんと半径ものですね。はい。で、これが、ポピーのビューナスエース。これもちゃんとした半径ものです。これはね、本当に名作ソフビで、まあミニサイズのソフビなんですけど、これね、なんとミサイル外れるんですよ。まあ、片側だけ外しますけど。発射できるんですよ。ソフビなのに。これとんでもないなと思って。まあ、こちらもやっぱり当時超合金なんか出ていなくって、今はね、超合金魂ですごいいいのが出てますけど、これすごく良くって、プラスね、これ面白いのが、ちょっとこの足見てください。で、こっちのパチの足見てください。あ、これいい感じで一緒なんですよ。なんかまるで同規格の側面みたいな感じの雰囲気があって、すごく良くないですか？この並びがすごい気に入っていて、こっちはパチなんですけどね。すごくいいですよね。あ、ちなみにじゃあ、この本物を並べてみましょう。すごくマッシブでかっこいい。まあ、この並びも、ね、この並びがいいか。ね、本物との。この並びがいいか。はい、皆さんどうでしょうか？すいません、ガチャガチャうるさくて。はい、僕はまあ、どっちも好きなんですけど、やっぱこの並び好きですね。パチと本物の夢の共演みたいな感じ。これ名作です。これ本当におすすめなんで。今まだそんな高くないと思うんで。で、これまあ本物っすね。まあ、素晴らしいです。マッシブで。すごい強そうな感じに造形されてますね。顔もかなりイケメンな形で作られています。ちょっとピントがあれかな。すごいイケメンですね。剣哲也の装備。なんかね、顔がなんか少しやらしいんですよね。この当時ってあれっすね。結構主人公の装備って出てますね。それこそデューク・フリードもカブト工事も出ているし、どっちも出てくるとね、とても手が出るような金額じゃないんですけど。剣哲也お安いんで。やっぱグレートマジンガー数出たのかな？グレートマジンガーって初めてそのメディアミックス、要は雑誌で先行でやったりとか、ファンクラブ先行だったりとか、映画に先に出たりとか、そういうメディアミックスですね。をやったロボットソフビって言われていて、やっぱ力の入れようもすごかったし、当時人気すごかったのかな？ほんとオンタイムじゃないんで、その時わからないんで、もしなんかオンタイムのね、グレートマジンガーの熱狂とかそういうの知ってる方いたらコメントで教えてくれると嬉しいなと思います。まあそういう意味でも、すごい数出たんでしょうね。ほら、まあ結構数も出てくるんで、未だにお安く買えるみたいな形だと思います。これがもうみんな大好き暗黒大将軍ですね。本当にみんな大好きなのかな？好きですか？まあ、僕は大好きなんでめっちゃかっこよくないですか？暗黒大将軍はね、ほんとぜひスタンダードサイズが欲しいなと思うんですよね。今、ダイナミックプロ系、まあデビルマン、マジンガー Z とかの装備作られているメーカーさん多いじゃないですか。やらないですかね？暗黒大将軍のスタンダード。みんな大好きだと思うんですけど、気のせいですかね。これはポピーの当時のちゃんとした版権もののミニソフビです。これがまあ超合金なんですけど、ロボットジュニア、これ、超合金魂って出てましたっけ？ロボットジュニア。なんかすごい不遇なキャラクターっていうイメージがあって、これはね、すごく面白い買い方をしたやつで、もう今はないんですが、当時東京にセーラー屋さんっていう面白いおもちゃ屋さんがあって、そこに行ったんですね。当時そのマジンガー Z つながりの長い大物を結構探してたんで、デビルマンだったりとか、バイオレンスジャックとか、まあ紙物も含めてですね、なんかないかなと思ってちょっと行ってみたんですよ。
したね、まあ4畳半か6畳ぐらいのお店かな、に、部屋の高さ半分ぐらいまで物が積み重なってて、なんだこれと思って。昼ぐらいに行って、なんか奥の方から店主さんの声が聞こえるんですよ。で、長い拷物なんかないっすかって言ったら、多分あるよ、探してみてって言われたんですよ。で、まあ、僕ね、探すの大好きなんで、もうちょっとずつホイホイして探してたら、次から次へとまあお客さんが来るんですよ。で、僕は店員さんだと思ったのかないろいろ聞いてくるんですよ。セーラームーンの第何弾のプライズないですかって聞かれるじゃないですか。奥に店主さんいるの知ってるんで、すいません、セーラームーンの何々の何々ないですかって言うと、すごいんですよね。覚えてるんですよね。左奥の上じゃねえな、真ん中ぐらい掘ってみてって言われて、僕掘りに行って、探して、ありましたって、お客さんに見して、僕もお客さんなんですよ。で、いいですね、これおいくらですかつって。で、これいくらですかって言ったら、2万とか言われて、2万だそうです。って言って、わかりました、じゃあ2万買いますって言って、2万円もらって、すいません、お金はって言ったら、ちょっと持っといてって言われて。すっごい破天荒ですよね。僕は初めてって言ったんですよ。しかもまだ顔合わせてないんですよ。僕ね、夕方ぐらいまで、4時5時ぐらいまでお店に結局いたんですよね。ずーっと、長い大物探しながら、で、お客さんの対応をしながら。で、夕方ぐらいにやっとか店主さんが出てきて、すごい、なんだろう。隙間ほんとこんぐらいのところから、奥からズって出てきて、お店にとこんと降りてきて、やーって言われて、はじめましてって話をしたんです。で、このロボットジュニアを僕見つけていたんで、これ見して、これいくらですかって言ったら、500円って言われて、したっつって500円払って買ったっていう。もう今でも忘れないですね、あれは。はい。当時、買ったロボットジュニアの超合金。これ本当はね、金属バットとかついててね、もっとかっこいいんですけど、この500円で買ったロボットジュニア、今、やっぱ大事に持ってますね。これはもう、お腹のシールもあるし、バット1本あるし、これでいいかなってことで。僕そんなに状態気にしないんで、この辺のジャンボマシンダ見てもらうとわかると思うんですけど、全然気にしないんで、形があってちょっと動かせればいいかなと思う。というわけで、ちょっと今回今日はこれで最後になるんですが、こちらですね。こちらは3体ミニ装備セットということで、2010、何年だっけかな、もう結構7、8年前ぐらいにワンウェイスで販売された装備なんですが、怪獣少女さんっていうディーラーの方が販売されていて、今同人誌とかやられているのかな、装備の販売はずっとないと思うんですけど、それの3体セットです。これがね、第3弾まで出ていて、本当に今思えば探してみようかなとで。この第2弾、第3弾も欲しいですよね。第3弾まで確か出たはずなんですが、それの第1弾です。七大将軍の猛獣雷眼ですね。これめっちゃ可愛くないですか？僕、四つ足系のこういうケンタウロス系の装備大好きで、はい、その割にゴーゴン太鼓持ってないじゃんって言われると思うんですけど、この案件もので、ゴーゴン太鼓っていうのが出てるんですけど、高けんすわ。マジで高けんすわ。買えないっすわ。これの小遣いじゃ。はい。でもいつか欲しいんですけどね。だけど、これはね、いくらだっけかな ?6000 円ぐらいだっけかな確か。です。はい。1個だから2000円とか、ほんと安いですよね。ミニ装備。で、この辺の、並べても全然いい感じで遊べるし、本当にいいです。これはライガーですね。こちらが、悪行将軍。ハーディアスっていいんだっけかな確か悪行将軍ですね。書いてあるかな書いてある。悪用。確か悪用です。悪用なんですよ。これ面白いのがね、これ顔と股間の骸骨これ逆なんですよね。こういう風に、はい、なってます。で鎌を持っていて、鎌をこう胸にダイソーに抱えていて、手の顔をわーって上げてるこのポーズめっちゃ可愛くないですか？なんでこのポーズにしようとしたんだろうっていう。でも顔をこくっていうのは劇中のあれでもあれですからね。それいいんだけど、なんか短いから可愛いんですよね。これもね、サイズ感いいんじゃないでしょうか。これもね。はい。これが3つ目ですね。ミケロスだっけかな。ミケーネ帝国がこれに乗ってこうやってきて攻撃を開始するんですが、こいつらがいてね、七大将軍とか。これを装備化するって面白いですよね。だから普通だったら、七大将軍3体を、まずはね、入れて、
どんどんコンプリート目指すみたいな感じだと思うんですけど、ミケロスがここに入ってくる。だってサイズもちっちゃいじゃないですか。こいつら乗れるわけじゃないし、このセンスすごいなと思って、怪獣少女さん。造形もいいですよ。しっかりっていうか、しっかりこう、ソフビのおもちゃっぽく、当時あったらこんなかなみたいな感じでやられています。これは、まあ嬉しいんですけど、ミケロスソフビ買って。でも、これ選ぶんだみたいな面白さありますよね。まあ以上のような感じでちょっとざっと紹介しましたが、グレートマジンガー50周年ということで、まあ僕も全然コンプリートできてないですし、まあものすごい数ありますし、これから欲しいなっていうのもいっぱいあります。怪獣少女さんめちゃめちゃおすすめなんですけど、僕もその第2弾と第3弾持ってないんで、欲しいんですよね。これからみんなとあれですかね、勝負になりますかね。これ気になった方。どうしよう。これどうしよう。欲しいんですけど。だから今だと、これかな。オーサムトイズさんのムーラン。これめちゃくちゃいいソフビですね。スタンダードサイズでまあよくこのパチソフビをブラッシュアップして立体化してくれたなっていう、本当これは嬉しかった。これはわかんないですけど、お買い求めやすいのか。ワンセットとこのソフビは、ぜひおすすめソフビなんで、これから多分グレートマジンガー追っかけるなと思ってる方は、ちょっとこの辺はね、抑えた方がいいんじゃないかなと思います。だから絶対後々欲しくなるやつだと思うんで、おすすめして、まあ僕もこれのセカンドカラー欲しいし、これの第2弾と第3弾欲しいんですけど、おすすめしときます。これすごくいいんで。まあ、そんな感じで、今回グレートマジンガー、50周年ということで、僕が持ってる、まあ、ソフビは全部紹介できたかな。ちょっとおもちゃ系は全部紹介できてないんですけど、まあ、ざざっと紹介しましたが、どうでしたでしょうか。まあ、これからもちょっとグレートマジンガーは、無理ない範囲でね、追っていきたいと思っています。皆さんもグレートマジンガーのおもちゃ、ぜひ50周年を機会に何か購入してみてはどうでしょう。というわけで次の動画でお会いしましょう。